Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。前回の動画では、ダラダラという表現を勉強しました。特にしたいことがなくて、一日中ダラーっとしている様子を言いましたよね。ダラダラしている動物には、怠け者というのがいました。そして、この怠け者という言葉は人間にも使えましたよね。ダラダラした性格は良くないですけど、例えば休みの日はダラダラしたら他の日に頑張れますよね。今日紹介するオノマトペもめっちゃ使う言葉なので頑張って覚えましょう。ではどうぞ。カリ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 あいつ今カリカリしてるから話さない方がいいよ。動画の最後でこの表現がわかるようになります。カリカリは油で揚げたり、あとは焼いたりしてとても硬くなった食べ物です。それを食べた時にカリッと高い音が出ます。この時カリッとなるのはその食べ物がとても硬いからですよね。今日もカリカリの食べ物を買ってきました。じゃじゃーん。実はなんか買ったんだけど動画を撮る前にめっちゃ食べたくてもうちょっと1個食べちゃったんだけど、ここに超カリカリと書いてあります。この食べ物を食べた時にカリッと高い音が出るので、カリカリの食べ物という言い方ができます。じゃあこれから開けたいと思います。シュッ。おー、すごいピザの匂いがする。カリカリという音が聞こえるかどうか聞いてみてください。どうですか？なんか食べた時のカリッという音がすごく硬いものを食べた時に出る音と同じじゃないですか？硬い。やっぱカリカリって書いてあったので普通のよりもっと硬くなっています。他にはこれ、田舎のおかき。中はホロホロ、外はカリッと。僕も田舎に住んでいるのでこういう田舎のおかきはすごく親しみがあります。そして本当になんかおばあちゃんの家に行った時とかにこういうおせんべいがよく出てきます。これは外がカリッと、つまり外が硬い感じでも中はホロホロなので、なんかホロホロって言葉優しくないですか？ホロホロってなんか簡単になんか壊れる感じですね。ですので外は硬いけど中食べるとすごく柔らかい、そういう言葉になっています。いざどうですか？やっぱりちょっと日本はプラスチックが多いかなプラスチックの中にプラスチック、すごく硬そう。確かにカリカリしてそう。いただきます。本当に外はカリッと中はホロホロという言葉と同じです。皆さんも音聞いてすごく硬いんだろうなということが分かったと思います。これがカリカリです。お米で作ったんだ。皆さんはどんなカリカリの食べ物が好きですか？僕は皆さんの国にあるもので言えばそうだな、ベーコン。よくフライパンをすごく熱くしてベーコンを乗せてなんかジュージュー焼くとだんだん中の水が外に飛んでいってどんどん小さく、そして硬くカリカリのベーコンができます。そのカリカリのベーコンがすごい美味しいですね。水が飛んでいくので中の美味しい味がすごくギュッてしていて濃くてとても美味しいです。あとは一緒に卵でスクランブルエッグなんか作ったらもう最高。じゃあ僕と一緒に練習しましょう。僕が朝ごはんだよという風に言うので皆さんは食べてこのベーコンカリカリして美味しいと言ってください。いいですか？いきます。朝ごはんできたよ。はいどうぞ。せーの。このベーコンカリカリして美味しい。いいですね。
少しはカリカリのイメージがわかりましたか？実はこのカリカリは人にも使うことができます。そのカリカリの意味は前動画で勉強したイライラと似ています。必要な人は前の動画を見てください。イライラは蚊に刺された時、かゆいな、なんかかゆいな、っていうこの感じがイライラですよね。このイライラは今では例えばお母さんにご飯できたよ、わかったわかった、ご飯できたよ、わかったってっていうこの irritate の感じが、イライラという言葉になっていますよね。でもこのカリカリはもっと敏感にセンシティブになっている状態を表しています。ですので例えばイライラしている時、誰かがひときと言ったら何？こんな感じ。でもカリカリしている時はひときみたいなすごく敏感で、何かちょっと言われた時にすぐ反応してもっとイライラしている状態を表しています。この時今あの人カリカリしてるから気をつけてという言い方ができます。なんでこの状態をカリカリというかはちょっとわかんないんですけど、僕のイメージではカリカリしている人はもうすごくなんか頭をかいたりします。でその時のこの音がなんかカリカリカリという風に聞こえるので、カリカリしているとなったのかなと思っています。じゃあ僕と一緒に練習しましょう。僕が今田中くんどこという風に聞くので、皆さんは田中くん今カリカリしてるから気をつけてと言ってください。いいですか？いきます。あれ？田中くんどこ？せーの。田中くん今カリカリしてるから気をつけて。いいですね。カリカリしている人に話しかけたらなんか怒られるかもしれませんよね。他にはカリカリと音がするものは全部カリカリと使うことができます。例えばさっき頭をかいたこの音、カリカリ頭をかくという言い方もできますし、あとはあいつずっとカリカリ勉強しているよという意味は皆さんわかりますか？これは鉛筆で何かを書いている時にカリ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 という音がするので、つまりずっと勉強している、すごく集中して勉強しているという意味になります。ですのであいつ今カリカリ勉強してるよと言った時は別にイライラして勉強しているという意味ではありません。そういうイライラ、すごくイライラしている、そういうカリカリはあいつ今カリカリしているとか、そういう風にカリカリしているという風に使うので、そうやって覚えてください。今日勉強した内容はベーコンがカリカリしている、あの人カリカリしてるから気をつけて、カリカリ勉強するでした。これからカリカリを使ったリスニングをするので、ちゃんと理解できたかチェックしてください。僕のカリカリの思い出は大学受験の時です。クラスメートはみんな自分の行きたい大学があったので、一生懸命毎日ずっとカリカリ勉強していました。そしたら大学のテストが近くなるにつれて、みんな自身もカリカリしてきました。例えばちょっとそこのペン取ってと言った時にはいとかなんかちょっと怖いなっていう経験がありました。その時一番かわいそうなのは先生ですよね。みんなカリカリしているので、例えば自分の方法で勉強していて宿題を全然しない生徒がいた時に、宿題しろって先生は言いたいけどちょっと怖いからなんか言わないで、次はちゃんと学校だから宿題をちゃんと出してねという風に言っていました。みんな毎日10時間ぐらい勉強していたので、僕も多分結構カリカリしていたかなという風に思います。でもやっぱりカリカリしているとあまりテストでいい点数取れないので、先生は最後みんなカリカリしないでリラックスしてテストを受けてねという風に言っていました。こういう風に
実際に先生とか僕たちは普通にオノマトペを生活の中で使っているので、皆さんも使う機会があったらぜひ使ってみてください。So, have you ever been カリカリ before? Tell me in the comments. Or have you ever seen people who were カリカリ? How did you communicate with them? Tell me in the comments too. 皆さんありがとうございました。食べるの下手くそだな